鈴木ひろ子です。職業は撮影のコーディネーションとか、あと日本の媒体に執筆してインタビューして執筆をする日本の主に女性誌が多いんですけど、モードとかライフスタイル系のことを記事に書いています。あとルレアシという下着インナーウェアとちっちゃなバッグのブランドのファウンダーです。いつぐらいからチャコさん子供の時からなんですけど、チャコって妹が久子で、久子さんってチャコちゃんって呼ばれるんです。で私2歳違いなんですけど、髪型と服と全部お揃いで双子みたいだったからご近所の方とか「あれチャコちゃん?」って言って、なんか妹も私も両方チャコになっちゃって、でフランスに来た時にひろこは発音しにくい、いい方向になっちゃういろこって嫌だなと思ってでチャコというふうに、はい、みんなに言う。H は発音しないという。はい。そうですね。では今もうパリ何年いらっしゃる？パリね。32年ぐらい経っちゃったと思うんですけど、きっかけは東京でスタイリストをしていたんですけど、当時ヨーロッパにロケで撮影で連れてきていただいたりして、スタイリストは自分の中で天職だと思ってたんですけど、一回ニュートラルにして1ヶ月とか半年とか1年とか外の国を見たいなと思って、最初はスタイリストやろうと思ってブック持ってきたんですけど、フランス語が全然できなかったから。でも本当に30過ぎて恥ずかしいんですけど、友人に「君前世フランス人だったよ」って言われたことを信じてじゃあ来たら思い出すかもって来たんですけど、思い出すわけがなく、スタイリストのお仕事はやっぱり急には、スタイリストって電話でアポイント取ったりお洋服借りたり打ち合わせもそうですけど、全部フランス語ができなければ話にもならないので、まずはフランス語の勉強のために私スイスのローザンヌっていうところに行って、ローザンヌで、勉強しました。だからスタイリストすぐなれると思ったんですけど、そうはやっぱり問屋が下ろさなくて、はい、よく日本で当時仕事を一緒にしてた、スイス人とかイタリア人なんですけど、スイスに住んでるカメラマンさんがいて、道端で偶然会ったんです。パリの道端で。何してるのって言われて、いやちょっと暮らそうかと思ってでアパートも探してる。でもすごいラッキーなことに彼と彼の奥様が広いアパートを借りたばっかりで、お家が広いから誰か一緒にシェアする人を探してる。で私すごいラッキーに偶然道で会ったから、そこにまた貸ししていただいて部屋を。でフランス語ができないんだったらパリにいちゃダメって、パリはやっぱり日本の方もいっぱい多いから全然日本人のいないところに行けって言われて、でスイスのローザンヌでホームステイして勉強しました。その時はもう一切日本の本も読まず、日本語を使わない生活っていうので、はい、でちょっと本当にアンドゥトワぐらいしか分からなくて、ボンジュールも知ってるか知らないかぐらいのレベルで来ちゃったんで、本当にひどかったんで、少しスイスの留学から戻ってきたら人とちょっと会話がなんとなく話せるようになって、今日は天気がいいねとか、昨日は雨だったねとか、その程度なんですけど、でもう一回再度チャレンジしたいなと思ってた矢先に、東京時代の知り合いのディレクターとか「何やってんの?」って「暇だったらロケに行くからちょっと手伝ってよ」っていうような話が来て、撮影の場所を探したりとか、そういうお手伝いをするようになって、それでコーディネーションっていう仕事をスタートした感じです。少しだけ言葉のコミュニケーションが取れるようになってから、エージェントとかに行ってお仕事をいただいたりとか、少しずつですね始まった感じです。ロケで自分が日本からお客様としてスタイリストでロケに来てた時の海外と、自分が暮らしてこっちで撮影のために関わるフランス人との関わり方とか、仕事の仕方、リズムとかが全然違ったのは、それはすごいびっくりしたんですけど、でもいつまでたっても自分は日本人だし、日本のマインドで仕事したいなっていうのは今も変わらないです。その違いはどのあたりに感じてますか？時間にルーズで本当にフランスの方って何時集合って言ってもまずぴったり来ないで、スタイリストの私アシスタントをこっちでやってたんですけど、ジャルーズで活躍してたスタイリストさんに 2,3 ヶ月かな
もう無料でいいからとにかく現場見せてって言ってアシスタントついてた時とかにスタジオに行ってもみんな借りてきた服とか見もしないずっと朝「おはよう」って言ってコーヒー飲んでなんかべちゃくちゃ喋ってて「これ出して日本だったらハンガーラックにかけてアイロンかけてるのにそういうこと何もしなくていつ始まるんだろうと思うとランチが来たからまずランチってなってすごくそれはびっくりしました。全然違うなと思って借りてくるルックで日本だと、プレスルームに行って自分でこう見てだけどもう全部ルックで電話で何番と何番と何番って言って選んでオーダーして何ですかバイク便の方が直接編集部にリクエストしたルックを持ってくる。でそのリクエストしたルックを当日開けてみたら全然違うルックが入ってるっていうのは日常茶飯事な感じで全然日本とは違いましたね。ただなんか世界で活躍する一流のスタッフの方とご一緒できたっていうのはやっぱりすごくカメラマンさんモンディーノだったりとかそういう現場にいられたその現場を見れたっていうのはもう私の本当に財産だと思います。それってこう和気あいあいもっとこうキリッとした感じですか？全然和気あいあいとなんかこういい雰囲気で皆さんやってて、下っ端だったしアシスタントでいてたからあれだけどその空気感は見れたことはやっぱりすごい財産だった。でもすごい度胸もつきましたね。どうなんですかね。服ってその人の初めましての時の名刺代わりじゃないですか。この人ってどんな人っていう着てるものでなんかその人となりが分かるとかでスタイリストだった東京の時代はやっぱりいつも流行なものに敏感にアンテナ張ってたんですけどパリに来たら本当になんかシンプルになっちゃってでシンプルだけど自分なりに T シャツとデニムとかシャツとデニムだったりしても少し自分らしさを出すようなそれは何だろう小物ですかね分かんないですけど私背が低いんでそんなにスタイルがいい方じゃないからちょっとしたバランスこのデニムの時にはちょっとだけヒールのあるものとかなんかそういう全身のバランスっていうのに気をつけて着るものは本当にとにかくベーシックなもので。お恥ずかしながらもう新しいものあんまり買わないので昔あるものを大切に着ている感じなんで気分アップデートさせるにはやっぱりなんかこう着方とか小物だったりするのかなと思います。あれは2015年にパリで同時多発テロがあったのが11月にカンボジアレストランとかライブハウスとかがってテロがあった時に本当に皆さんそうだと思うんですけどその2016年で17年ぐらいまで仕事がやっぱり減ったんですよね。なんかパリが血生臭いイメージになっちゃってその女性誌で今のパリジェンヌがとかっていう感じの雰囲気じゃなくなってしまう。でじゃあどうしようって思ってそんな時にすごく近しい友人がたまたま2人別々のところで別々のタイミングであなたが毎日何を着てるかを淡々とインスタに上げたらっていうふうに言ってくださってでって思ったんですけどもうそれで続けてそれがきっかけです。でも最初はすごい普通の私みたいな人間の着てるものなんかどうなんだろうって疑心暗鬼だったんですけど何かをお伝えできるツールなのかなとは今は思ってます。それも2015年のやっぱりそのテロがきっかけでそのインスタを始めたのと同じぐらい何かやっぱり私の仕事ってフリーランスでいつもお仕事依頼をいただいて受けてお返ししてっていうことをずっとコンスタントにやってたんですがパリにいたらまたいつ人災が起こるかわからないで日本は天災が起こるかわからない何か受け身でお仕事をずっと待って返してっていうことがいつ終わるかわからないんだなっていうことを本当に感じちゃったんです。で自分発信で何かできないかなって思ってた時にずっと考えてて私は何が好きなんだろうと思った時に下着っていうか目には見えないんですけど自分が心地よくいられるものでこのちょっと
デコルテが見えた時に綺麗なラインとかそんなものがあったらいいななんていうところから下着をやってみようかなと思って、でそれがだからテロがきっかけで考えて、で、はい、日本の全然下着の業界のこと分からなかったんで、自分でネットで調べて50社お手紙を書いて、こんなことやりたいですはい、パリに住んでいます、下着は素人だけどこんなことをしたいですっていうお手紙を書いて、なんだけど中にはこんなずうずうしいことを言うのどんな方だかお顔が見てみたかったって言われたりとかもあったし、パリに住んでるってことであなたがやりたいことを協力するからまずはうちのものをヨーロッパで売ってくださいっていうところも何社もあったし、なんかいろんなそれもまた勉強させていただき、そんな甘いものじゃないってこうなんかすごく結構辛辣なこと言われた時もあったし、だけど全てそれもありがたい言葉だと思って受け止め、今続いてコロナにもその後なったけど続いてるのがその中の一社です。2016年とかに企画書を書いたりして17年ぐらいから動き始めて、ブランドがローンチしたのは、去年ですね、はい、1年前だと思います、はい、パリにまずいたから最初はメイドインフランスと思って調べたんですけども、やっぱり自分は日本人だしメイドインジャパンの素晴らしさを伝えたいなと思って日本メイドにこだわった時に、やっぱり素材の良さ、縫製の良さすごい格段に違うのを実感して、素材もセルロースっていうんですけど、それを使って、すると伸縮性もすごく良くて、シルクと同じ特性なんですけど、そういう素材もやっぱり日本のものは世界に誇れるので、デザインはシンプルなんですけど素材とフォルム、シルエットにこだわって作りました。仕事のルールですか。私の仕事はどんなお仕事でもスタイリストもジャーナリストも人との関わりが一番大事じゃないですか。だから自分があまり頑固にならないようにいつも柔軟な頭でいたいなっていうのは私の、思ってることですね。なんか堅くなになりすぎてせっかくの素敵なアイデアとかいい意見とかを逃していったりっていうことのないように、いつも柔軟にしなやかにいたいと思ってます。オフの日何してるんですか。夫が普通のビジネスマンなんで会社員なんで、夫が休みの時とかは朝起きてマルシェに行って、1週間分のお野菜とかなんかいろいろ食材を買って、で帰りに大好きなお花屋さんがあるんだけどそこでお花を買ってっていうような日曜日はで、午後は散歩寒くても散歩なんか街を歩くだけでパリって、なんか面白い発見がいっぱいあるじゃないですか。なんかクスってしちゃうような、なんかちょっと変わったなんかワンコと連れてるマダムが同じ髪型だったりとか、なんかそういう発見とかがすごい楽しくって、なんか道を曲がったらここに新しいこんなパン屋さんができてたとか分かんないですけど、パン屋さん並んでみたりとか、なんかそういう発見が楽しくて、私フランスに暮らすようになってからですけど、やっぱりパリの街を歩いてて素敵だなと思う方ってシャツの着こなしがすごく上手だと思うんですね。でシャツって一年中着られるものだし、ここのボタンの何個開けるかとか袖をどれだけちょっとくるっとするかとか、例えばメンズサイズのちょっと大きなものなのかとか、そういうことですごくニュアンスが出てくるんで、フランスに来てから大人の女性が素敵に見えるアイテムとしてやっぱりシャツを上手に使えたら仕事もそう、それからちょっとディナーに行く時もそうで、靴だけ変えたらいろんな TPO に合わせられるのかなと思ってます。昔買ってずっと大事にしてるのは小物でいうとやっぱりシャネルのバッグとかは何かの時にやっぱり大きな味方になってくれるんで、シャネルのバッグは大事に、今新しくは買わないんですけど大事に使っています。あとお洋服でいうとやっぱり日本のブランドが今日本のドメスティックなブランドがすごく素敵なんで、ヨーロッパのものじゃなく日本に帰ると日本のブランドのお洋服を見せてもらったりとかして、オールトセリーヌすごい好きかもしれないですね。形はシンプルなんだけどシンプルな分何年経っても古臭くならないというか、ありますね。やっぱり日本の方は本当に頭の先からもうつま先まで全部きれいに髪型から
ネイルもそうだしメイクもそうだし、なんかで服もおろしたてみたいなパキッとしたものを着てらっしゃるけど、フランスの方ってなんかあえて新しいもの恥ずかしいとする文化だから、こう真新しい何かを着た時もグーって一回こうシワをつけてここに自分の肌になじませて着るっていうのはもう全然違うと思います。あと髪の毛もサロンでカットしてこうブローしてもらって私見たんですけど、出てきてすぐにガーンってワンコみたいに犬頭をこう振ってブローを壊してるマダムとかもいらっしゃって、作られすぎた完璧に作られすぎたものをフランス女性は自分のものにする感じで、こうわざとこうやって空気入れて、髪型も今切ってきたみたいなことが恥ずかしい、今下ろしたタグ取って今下ろした服っていうのもなんかこうちょっと気恥ずかしいみたいなことがあると思いますね。はい、好きなとこですか。人との距離感ですかね、取り方がとっても人間味があって好きだなと思うんですけど、ちょっとした道でポンとすれ違ったカフェの隣に座ってた方となんとなく会話が始まったりとか、なんかクスッと笑うようなジョークを言って、なんかじゃあねって全然知らない方だったりとか、そういう人との距離感、知らない方だと、あと知ってる方だと知れば知るほどすごくもう自分の親身になって、なんか仲良くどこまでもその人のためにっていうような、なんかこう昔の日本の下町じゃないけど、そういう人間味があるじゃないですか。パリの素敵なところはそこだと思います。ぐーっと来ないけど必要な時にはちゃんとフォローして助けてくれるみたいな、その距離感の取り方が心地いいなと思います。あまり川の流れに逆らわず魚座なんで、水の流れに逆らわず、その時々の、自分が信じたと思う道を何かに迷っても、最終的に決めるのは自分で、そこがうまくいかなくても全然別にいいじゃないって思って、全然っていうかダメならダメでまた違う道があると思っているので、絶対に何かうまくいかないことを誰かのせいにはしない、自分で腹をくくってるっていうのはずっと思っていることですかね。でそんな哲学なんていう大それたことじゃないんですけど、自分できちんと腹をくくって決める。はい、本当に誰かと比べなくていいと私はすごく思っていて、もう一人一人ユニークな存在なんで、唯一無二の存在なんで、やりたかったらまずはご自分を信じて、それでダメでも全然引き返してまた違う方向になるし、そこで新しい出会いがまたある、失敗した先に新しい出会いがあるかもしれない。そうするとその失敗した時の出会いが5年後にすごい大きななんか実を結ぶかもしれない。全くわからないので、どんどん自分で空気を感じて、新しくゆっくり深呼吸して何かしていただけたらいいなと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。いえいえ、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。